こんにちは、ゼナックの本林です。今日はね、ペンディラムキャストに悩んではる方が非常に多い、距離が出えへんとか、自分の顔の横を頭ギリギリをルアーが通ってしまうとか、僕も実際ペンディラムキャストでそういう人をよく最近は見かけてしまいます。一応今のペンディラムキャストで、70g とか 80g ぐらいのペンシルやポッパーは飛ばせるんやけども、本当の正当な形のペンディラムキャストができてないから、こんなもし先々大きくなって 180g とかそういう大きいルアーになったら通用しないペンディラムキャストをやってはる方が非常に多いです。それで今日はペンディラムキャストを上手くなるにはどういうふうにしたらいいかという練習法を、ちょっとご紹介したいと思います。今回は、ペンデュラムキャスト、ペンデュラムというのは振り子のこと、こういう風な振り子のことやね。磯なんかでできるだけリーダーが長い方がいい。で、けどもしかしこのスプールにリーダーを巻き込んでしまうとここでトラブルが起きる。だからこういう長い状態、長いたらしで重いルアーも、より楽に飛ばせるようにというキャスティングがペンデュラムキャスト、振り子キャストです。この振り子をもともと振り子を利用した形で投げていくキャスティングです。今危険な方は、ターンオーバー、要するにペンデュラムのこの力がロッドに、この状態で一番ロッドに負荷がかかった時にまっすぐこの方向に動かせというようなことをちょっと意識してはる方が多いですね。そう言われてるのかもしれません。そういう動画でそう言われてるのかもしれませんが、キャスティングというのは本当はシーバスなんかの軽いルアーをこれでキャスティングしてても実はたらしが短いだけでロッドがしなってこうなるので、短くなって長くなってまた短くなるんで、ちゃんとルアーは本当はその間にこうターンオーバーしてるんやね。ターンオーバーを意識しなくてもまっすぐロッドを動かすだけでターンオーバーするから綺麗に飛んでいく。でペンデュラムキャストはどんどんこれが長くなります。長くなった中でこの大きなターンオーバーを意識せえへんと、ここでこのまままっすぐ引っ張るともう分かってもらうと思いますけど、これがラインがたるみます。このたるんだラインはどうなるかといったらガイドに絡んだりトラブルのもとで、それかもっと最悪なのはこの下の軌道を通っていくことになったら、顔とか頭のこの辺をこんな大きなフックのついたルアーが通っていくような方のペンデュラムキャストもよく見受けてしまいます。そういうのは非常に危険なんで、一応ペンデュラムキャストのターンオーバーあたりの基本を含めて練習方法を、ご紹介したいと思います。ペンデュラムキャストでもごまかしが効きにくい 180g 台の重いルアーと、しなりにくい固めのロッドでその練習方法を見ていただきたいと思います。ベールは返さずに、たらしがリールとルアーが同じぐらいのたらしで水面を叩く、練習、その体の使い方を覚える練習します。はい、次は少し短くして、ルアーのお尻がスプールに行くかぐらいの長さに持ってきて指をかけます。それで今さっきベールを返さずに水面を叩いたところよりほんの少しでいいから先の水面を強く叩くことを意識して、はい、次はもう少しまだ先の水面を叩くイメージでいきます。
この時も必ずルアーのお尻から先にお尻からズボッと水を叩けることを意識してください。それがターンオーバーができている証拠です。そして最終的にここまで来れば、もう体の筋肉が、水面をルアーを強く放出する放出仕方を体が覚えているので、あとは指を離すタイミングを少し変えればペンデュラムキャストの完成ですという形になります。少し遠くても強く水面が叩けるようになったら、あとは、強くルアーを放出する力加減と筋肉の使い方はもうマスターしてはるので、あとはこの指の離すタイミングとイメージ、場合によったら水面がこのまっすぐかちょっと上向きぐらいで水面がある水面にルアーを思いっきりぶつけていくぐらいのイメージでこれで一応本当のペンデュラムキャストの完成。あとは腕の、指の離すタイミングとか、いろんなこと、体の腰も本当は腰も使ってもらったり、そういうことを今度は自分でそこからまた追求していってみてください。でこのキャスティングが一番、最終的にはこの力の入れ方を覚えたら省エネにつながります。それとターンオーバーでずっとラインが張ったままの状態で途中でたるむことがない状態でキャスティングできるので一番トラブルが少ないキャスティングでもあります。あとはこれを皆さんで熟練してもっと磨いてください。でかなり磨いたものはまた僕にも逆に磨いたものを教えてください。はい、皆さんにこんな足場、要するに不安定なとこ、磯へ来たらねほとんどフラットで堤防やら港みたいなまっすぐなとこほとんどありません。それから実際はこういう体重が前へかかったら落ちてしまう、後ろへ行っても怪我してしまうというこういうところでどうキャスティングできるかということを日頃から練習してほしいと思います。